はい、地球玉系なんです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今日という日は僕すごく楽しみに待ってたんですけど地球堂うんこコンペそうですねハッシュタグうんこ地球堂っていうねうんこするデイズの作品をね募集すると、投稿したのが1月の10日で締め切りが1月31っていうね、たったもう2週間ちょっとしかないっていう中で35すごく集まったなと思いました。ありがとうございます。この期間で間に合っちゃうのがこのうんこの良さだみたいなまあまあ僕の作品もまあ見てくださいよというところでうんこ合戦ですね。雪合戦してるイメージなんですけど、この雪を全部うんこにするというね、投げつけられたうんちくんがですねこうピタッとくっついてるっていうね、当たったら悔しいとかじゃなくてなんか嫌だっていうちゃんとねこう鎌倉とか作ったりね、結構こだわりを持って作らせてもらいました。ポイントはまあここですね。足にここ刺すと躍動感すごいっていうね。ああ、なるほど。なんかパワープロプロ野球みたいな制作時間が3時間ですすぐ終わりましたっていう感じでですね、皆さんの作品をどんどん見ていけたらと思いますのでよろしくお願いします。それではですね、皆さんの作品を見ていきたいと思うんですけども、31日過ぎてからですね、うんこ地球堂のハッシュタグでしっかり探して、皆さんの作品にはいいねとリポストをさせていただいたんですけども、本当万が一漏れがあった時は申し訳ないです。僕とトックと結構ね、調べたんですけども、ちょっと本当に漏れてたら申し訳ないです。ではですね、早速見ていきたいと思うんですけれども、まず1作品目、リムルさんですね。ありがたい金ピカうんこ、金運アップ間違いなし、縁起のいい1作品となっておりますと。素晴らしいですね。素晴らしいよね。一発目からかなり縁起のいい。いや、本当に何よりもまずスピード感がそう、スピード感がね、これ10日に動画投稿させてもらって日付変わる前にもう投稿してもらっているっていうねこだわりを感じるのが、金で塗ってるっていうのが一色じゃないんですよ。これあれなのかな、正月に明けましておめでとうございますみたいな感じで使ったのかな。いや、どうなんですか、どういう気持ちで作ったんですかね今後このどういう気持ちで作ったんですかねっていうのよく聞くかもしれないですねそういやもう一発目からはいものすごく縁起のいい感じのね、ありがとうございます。続きましての作品はデュフさんです。お正月うんこ、親戚みんなでうんこするデイズを組み上げました。この組は組み取りの組ねで仏壇に飾ってあげたので仏様も喜んでますねと何でも飾ってんだっていうね、親戚のみんなでね楽しんだんだからね、それは確かに喜んでるって言ってね。うんこするデイズのねいいところというか、やっぱりみんなで和気あいあいと作れる感じはやっぱいいですよね。その日のうちにねそうですね、作れるっていうね。でこの写真を見てわかるんですけども、ほぼ全作品買ってるっていうね。ああ、なるほど、家族で親戚同士集まって、いやー、めちゃめちゃあったかい空間じゃないですか。いいね、かわいいな。なんか余った粘土で2色こうねマーブルにしてね作ってるっていうのも、いやめちゃめちゃ可愛いですね。はい、はい、素晴らしいです。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、続きましての作品はスタンドさんです。うんこするデイズ体験使いうんこ、髪と手足と剣、こいつだけはミラークローム塗装しました。スタンドさんうちによく来てくださるんですけど、あ、そうなんですね。なんか今回作品出してないんですかとか言って、僕なんかすごい失礼なこと聞いてしまったんですけど、次の日にもちゃんと出してくださってたんですよねこれね、多分ボーンペイントさんの超綺麗なブラックで塗装してるんですよ。あ、そうなんですそうなんですよ。ツヤツヤですよね。光沢とそのうんこのギャップが非常にありますね。そうなのよ。紫色めっちゃ反射してるもんね。してますね。これ何うんこになるんですか？これは体験うんこですね。あ、本当に体験うんこです。そうです。紫の。某クラウドみたいな感じなんですね。そう。でも金髪にしてないっていうね。だからこれ11日に出してくれてるので、あ、こんなんやってるやろうって言って黒でミラークロムやったら、もう次の日には投稿できちゃったっていうことなんじゃないかなと。素晴らしいですね。はい、思います。はい、もうなんか出来たてほやほやの写真でね。はい、ありがとうございました。続きましての作品はエビリンゴ怪人さんです。作り終わってから企画を知ってしまった。すごいタイミングだね。できたって思ってハッシュタグ入れようと思ったら、なんか地球堂でなんかやってるぞっていうすごいな。ネットミーム、イルカが攻めてきたぞの巻貝かっこはてな戦車です。ああ、巻貝戦車のね。これはね、僕はね、結構感動してますね。このネットミームよく知ってますよ。どういうことなの？後ろの形がうんこの形をしているっていう。本当じゃん。これフィギュアとかもう完全に一致してるじゃない。というかこの顔はあれですね、このクソゲーで有名な顔ですね、これは。ああ、なるほどね。ちょっと関係があるのかなと勝手に思って。ああ、すげえ。まんまじゃん
なるほどね、粘土じゃなくて型の方を使ったのか。そういうことですよね。ああ、なるほどね。これが発売された時にもうこれを作りたいっていうのがもうあったっていうことよね。どうなんですかね。いや、アイデアですね。ああね、アイデアだね。いや、すごい、ちょっと感動しました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きましては、やろうぜさんですね。この方 YouTuber の方で、あ、そうですね。はい、僕何回か見たことあります。うんこするデイズサイバー選手用投げ売りパワーローダー名前募集中。近年の投げ売りされたバンダイ製プラモたちをホットボンドで無理やりくっつけて作りました。はい、制作動画はこちらということで、すごいよね。塗装前のやつがこれですけど、これラジオさん見てわかりますか？わかるよ。さ、何がくっついてるんですか、これ。言ったらバンダイで違う意味で話題になったキットたちを全部、供養するかのようにガールガンレディとか境界戦記とか塗装したらこんなにかっこよくなるんだぞっていうね。いや、すごいですね。やっぱこう模型の可能性を感じます。いや、感じる感じる。これはネタこの画面見たらやっぱみんな思わず笑っちゃうなっていうね。ホットボンドでくっつけたってことですもんね。もう無理やりですよね。無理やり。面白かったですね。力作を見させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてはセブンロさんです。これもありです。目のパーツしか使ってないんですが、ただこのシール見た瞬間にこれしか思い浮かびませんでした。これめっちゃわかる。うんこするザクプラくん、お仲間に見せたらアンテナはと言われたのでランナータグで作りましたということで、全然ありですね。本当にそれにしか見えないし、なんならなんかこうラバーキーホルダーとかありそうだなっていうぐらい、ね、同じ会社ですからね。そうそうそう、こうしろとそう正しい使い方だと思います。正しい使い方なんじゃないですかね。いや本当にね、ゆるガンプラくんみたいなやつの並んでる中に、一体これが混ざってても多分全く気がつかないっていうね。でこれがシールですね。いや、これめっちゃわかります。もう物合いあったらこれやるしかないよねっていうね。いや本当そうです。とか色もそうですしね。そうそう。うちのお店でもこの緑のタイプが一番人気でして、あ、そうなんですか。サイバーうんこが、はい、これガンプラに非常に使いやすいので、はい、他のパーツもいろいろね合わせやすいのでいい作品にさせていただきました。はい、ありがとうございます。続きまして、ブーちゃんさんの作品ですね。ヤドラヤンこれポケモンのだけヤドンでしょ。ヤドン、ヤドラン、まあ、ヤド、お尻に貝がついてたらヤドラン、あれがついてるからヤドラン、ヤンっていう。これなんか背景もひっくるめてめちゃくちゃいいっすね。いや、非常になんかあれですよね、いい作品ですよね。いや、これすごくいいわ。世界観バッチリでございます。はい、はい、ありがとうございます。続きまして松村実さんです。作品名うんこモスラ、曖昧な記憶を頼りにうんこでモスラ作りました。後ろ姿がリアルうんこ感あって気に入ってます。中に骨組みが入っているので稼働するという無駄努力しちゃいました。これ稼働するんだ。いや、すごいですね。なんかすごっ、かわいい。これ歌ってさ、中から何が出てくるのって感じになってくるよね。後ろの一番最後はうんこになってるんですか。本当だ、すごっ、稼働するね。いや、すごいね。記憶を頼りにこんなシーンあったぞっていうね。すごっ。ぜひね、羽の生えたモスラもね見てみたいなと思うんですけど、これあれなのかな、ただの茶色じゃなくてなんかちょっと程よくウェザリングをしてなんかリアリティが出てる感じがそうなんですか。このテカリがするんですけど、なんかね一色じゃないように見えちゃうんだけどね。いやー、すごいですね。はい、ありがとうございます。続きまして柏立和樹さんからの投稿です。うんこ音ガンダムフェネクソもうなんかはがき職人のようなネーミングなんですけど、ユニコーン、ニコーン、うんこ音ネタのうちの1機、 BB 戦士のバックパックとアンテナ、 SDX スタンダードのユニコーンガンダムのシシとふんどしパーツをミキシングしました。蛍光ブルーで青い部分を塗装しましたのでブラックライトでちょっと光りますってね。めちゃめちゃこだわってできてるっていうね。うんこで金が被るんですね。そう、塗装でまさかの金かぶりっていうね。意外とこのうんこにガンダムのパーツをちゃんとね差し込むって難しいんですよ。で特にその胸の部分どこまで再現するかっていうのが結構ね、そのチョイスするパーツが悩ましいんですけど、これほんと上手にされてますね。これうんこはどの段階で塗装してるんですかね。これ多分完全乾燥してからだとはね思うんですけどね。ブラックライトで光るかっこいいな。多分きっと一回こう道中に何を俺は本気でやってるのみたいな
なんかねあると思います。まあこれ皆さんそうだと思うんですけど、確かに本気でやればやるほどね一瞬冷静になる瞬間がね来るんですけどね。いやーすごいね。ありがとうございます。はい、続きまして滝音さんからの作品ですね。便秘を快便にするうんこ SDX スタンダードを下出るカラーで部分塗装してます。粘土自体にアクリルガッシュの青ラメ入りを混ぜてどうなるかお試しにやってみました。写真だとラメのキラキラ感が出てるといいのですが、便秘を快便にするうんこどういうことなのかが全く意味がわからないストライクの素の字も入ったよね便秘を快便にするうんこですね。あでもラメわかるよ。これうんこに混ぜて一緒にこねたってことか。そういうことじゃない。後から塗ったじゃなくて、じゃあこれ元何色だったんだろう。だからもう快便しますみたいなことやだな。なんかあれでしょ、その行きますって言って出てったらそれはもう快便ってことでしょ。いやー素敵な作品ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きましてさとしさんの作品です。うんこだね。この企画のおかげで妻と一緒に楽しく遊べました。ありがとうございます。初めてポケプラ購入してみたけどポケモン愛も感じられるいいキットですね初めてポケプラ買ってうんこついちゃったっていう、ね、そうですね。いやいいですね。こう夫婦でね楽しい時間を過ごせたってことね。これあれなんですね。鳴き声はうんこなのかだねだねなのかどっちなのかっていうね初めて買った模型でいきなり改造しますか。いや確かにね。ポケプラとうんこの相性はいいのかもしれない、そういいのかもしれないね。だから全然違和感ないもんねめっちゃ可愛いな。このうんこは何のうんこですか、ちなみに。これはねライオンと恐竜がセットになってるミニうんちの型があるんですよ。はいはいはい。でその型で作ってくれてますね。なるほどなるほど、なんかサイズ感がいいんですよ。このね目もねまたなんかポケプラに合う目をしてるんですよ。可愛いですね。そう素敵な作品です。はいありがとうございました。続きましてブーちゃんさんの作品です。魔法イップちゃんうんこどこ行ったか知らない。どんな作品にするのか考えるのが楽しかったです。面白い企画をありがとうございます。いやありがとうございます。こちらこそ。いやでもね本当ねわかるんですよ気持ち。お題がうんこじゃないですか。普通にはしたくないじゃないですかだからいろいろ考えちゃうんですよ。マホイップちゃんが本当に探してるようにちょっと困った感じでね右手上げてるのがめっちゃ可愛いんですようんことやっぱポケプラのね相性いいですね。そうポケモンと相性こんなにいいんだっていうね一体化してるもんなぜひ皆さんもねポケプラにねさせていただければと思いますいやどうもありがとうございました。続きましてマカロニチャーハンさんの作品です。永久の時とっくんさんのロマンという発言に着想を得て作成しました。光沢塗装しかしない自分の初ウェザリング&初ジオラマ作品ですと。いやすごいすごいよね、うんこするデイズがいろんな初を奪っていたってうんこはあらゆる模型技術を活用できるので自分の技術を生かすもよし新しい技法に挑戦するもよしの無限の可能性のある紙キットです素晴らしい素晴らしい。僕の接客よりも素晴らしいねコメントをつけていただいてね。いやこれもかっこよすぎるわ。いやこれ初めてのジオラマなんですね。ねこれちょっとロマンは確かにありますね。ロマンめちゃくちゃあるわ一輪のねちょっとこう花じゃなくて草が生えてるいや正直僕ジオラマ作品ってあんまり出ないんじゃないかなと思ってで僕はなんかジオラマで行こうって作ったんですけどウェザリングすごいじゃない。ちゃんとこうなんかひび割れたというかね。そうですね、うんちのウェザリングってなんだよって感じはするんですけど、このねちゃんと乾燥し終わった後に傷ダメージを入れてるんですよ。いやどういう気持ちで傷をつけた、何を参考に傷をつけたんだろうねいろいろね想像がねなんかこう膨らむようなね作品ですね。はい、とかありがとうございました。徹夜ビプラは最高ですさんからですね。ありがとうございます。一つ目の写真うんこモンスター。あいいですね。いや不思議だねかぶってまさかのねいいな。みんなあそこはうんこだと思って、そう何がすごいって本当ね全部違和感ないんだわ一つ目これ水洗いの魔女これ水洗いでいいのか水洗の魔女いいね。トイレには魔女が住んでるんだよみたいなね。そうですね、一回うんこにしたのを、先端を切って頭に乗っけてる。そうね頭乗っけてるのこれいいよね。うんみくコンサートうんこじゃないよ。初音ミクのね頭にねうんこに似合うんだっていうね。いやそうですね、違和感ない。違和感ないのミクの巻き髪バージョンに見えるのがね注目すべきは、うんこの量です。そうすごいのよ。結構使ってるよね。結構、量のうんこですよね。そうなのよ。なんか半ツヤコートしたかのようななんか上品さがあるんだけど。どうもありがとうございます。ありがとうございます。続きましてリアルトさんの作品です。作品名かけるうんこ。
一緒に購入したオプションパーツに載せてみました。あと以前制作した作品と RG ウィングガンダムの武装とも合わせてみましたということで贅沢RG ウィングガンダム贅沢体験うんこ人気ですね。最近うんこめっちゃ人気だねこれ RG のウィングとかさ、羽がこうそうでこのサイバーうんちくんがついてるのは30ミニッツのオプションパーツですね。なるほどなるほど、こんなこと言ったらあれですよけど、もうすでにこのうんこに RG の羽はついてないとそうこの瞬間だけでこの瞬間だけね、このためだけにねRG のこれこのままウィンドウに飾ってたらねなかなかねでねちょっとねこう粋なのが紫にちょっとね緑混ぜてるっていうね。本当ですね。なんかこれがかっこいいバディだと思いますありがとうございました。続きましてキジハタさんの作品です。マルソ機動部隊マルソ迅速かつマルソ強い機動部隊、そして強烈な周期とトラウマをユーザーと小売店に残してタッチされてほらキットたちがそういうこと本当だ。なんか、さっきなんかそうねボンドで無理やりくっつけられてるやつらだそうちゃんと買ってくれたんだなっていうのも嬉しいじゃないですかこれねそれから福袋についてたのかもなんかちょっとわからないですけども、ちゃんとねトレーラーみたいなやつ。そうこれもあれですから境界線ですからそううんこをこうねトレーラーに積んであなたの元へとこう運んでるっていうね。大きさぴったしですね。ぴったりなんですよ。ちょっとトラウマありますか？そうね意外と来店されたお客さんとやっぱ会話はね尽きないよね。このガンもね作ってる間楽しかったもんね。模型のクオリティと人気はイコールではないということですね。いやーそうね。でも何が嬉しいってそう言いながらちゃんといろいろいっぱい買ってくれてるっていうのがねこれは愛ですよ。ありがとうございます。はい、続きまして嫁さんからの投稿です。ターンうんこ使用キットサイバー戦士&エフェクトユニット月光町なんも贅沢ですねこれ贅沢なんです。エフェクトユニット月光町は贅沢ですよこれ。いや色塗りのねこう塗り分けが綺麗ですね。かっこいいわ。白ですよね。白に塗ってるってことですか？そうこれじゃああれですか、実際にターン A ガンダムのパーツは使ってないってことなんですか？これはね使ってないですね。羽のエフェクトはそうだけど、それ以外はサイバーうんこのパーツを使って表現してるんですね。そう色塗りだけでこういう風に表現できるっていうのはやっぱりそうよ、ね、面白いですよね。面白い。いや月光町であるってことで、そうですね、素晴らしい作品でした。はい、ありがとうございます。はい、続きましてスースケさんの作品です。ハイボールを飲みながら作ってみました余った粘土は100均のシリコンモールドでうんこを量産しましたいやこれね、言っていいと思いますよ、いい雑っぷりですねハイボール飲んだ感じがねめちゃくちゃ伝わりますね。これマーカーとかでねちょっと部分塗装してるんでしょうけど、いや多分そうだと思うんですよ。これ結構ねハイボール飲みながらですか？ハイボール飲みながらねちゃちゃっと作ったっていうねダイイングメッセージのようにちっちゃいうんこの型があそるんですか？そう多分これで量産したんだと思うよ。それを持ってるってもすごくない？そうですよね。こううんこって並べてる間なんか無心だったような気がするハイボール飲みながら。いや気軽にできるっていいじゃないですか。飲みながら作れる模型って僕なかなか知らないですよ。いやいいと思います気軽に作って。どうもありがとうございました。ありがとうございます。続きまして喜びのドスコイパオンマルさんです。ズゴックにぶっ刺してみたら割としっくりくるっていうことで。刺しゃいいんですね。そうぶっ刺しゃいいんですよ。ぶっ刺しゃかっけえな。紫多分塗ってるねとそうでね。塗ってますよねこれね、これで頭身上げたつもりでもうんこがでかいからやっぱり三頭身っていうだけど多分もともとちゃんと作品として飾ってたのに、それにちょっとパッとうんこ見かけてぶっ刺したらいけるじゃんってことでしょ。だってウェザリングとかもめちゃめちゃちゃんとしてるよこれ。そうですよね。プラモデルにとりあえずうんこくっつそうけてみるっていう。くっつけると意外とね合うよっていうことですね。ありがとうございます。続きましてケンさんの作品です。超開運合体スーパービッグベーンでビッグベーンとスカイベーンが超開運合体サンダー渦巻き剣で悪運を断つ超ついてる無敵のスーパー演技モノロボットです。すごいわ。いやよくできてる。できてる模型もそうだし背景の感じもそうなかなかいい雰囲気出てますよね。スカイベーンとかもうすごすぎるもんこれでちゃんとね分解できるんだよ。いやこれ本当にすごいわ。こう下駄を履
膜みたいな感じの、この合体の仕方やっぱ熱くなるものがありますよね。かっこいいなこれ。うんことか関係なく、そう本当にかっこいいわ。肩パーツがうんこちゃんと半分半分っていうなんかもうとにかく見れば見るほど細部にわたるこううんこのこだわりを感じるんですよ。そうですね。ビッグベーンっていうネーミングもいいよねいやー素晴らしいです。ありがとうございます、続きまして花かなたさんの作品です。もぐろ福蔵うんこコメントどうサラリーマンうんこのケージパーツがもぐろさんぴったりだと思ったので作ってみました。プラ板で作った顔とネクタイの服装がポイントですと。サラリーマンうんこを見てこれが思いつくっていうのは結構どうもこれあれですもんね、背景として書いてあるってことですか。そう背景として書いてあってね、いやなんかいろんなアイテムを多分くれるんですよ、うんこの形した。いやあなた使いすぎましたねみたいな、なんか約束を守れませんでしたねみたいな感じでドーンってやる。これなんか本当味がある。いやありがとうございます。続きましてパン気絶パンダさんです。パンダうんこと仲間たち、パンダキャット、パンダ白クマっ子、パンダピッグ、パンダうんこなんか一個普通のパンダが入ってるとかね我が家のパンダたちですということでね。これ多分ご自身のキャラクターってことなんですもんね。ね、そうなのよ。これミニ四駆のドライバーシリーズで動物がねミニ四駆乗ってるってああ、そういうのがあるんですね。そういやこれ可愛いな。うんこが一番いいよなわかるなんかね、なんだろうな、うんこって愛嬌もあるんだね。うんこに可能性を感じる作品ですね。そうですね。いやすみません、ありがとうございます。続きましてゴステラさんの作品です。電話どこそれ以前にどういう状況みたいなどういういやなんかこれなんかのオマージュなんですか。これ何なんだろう。いやでもなんかそんな気もするよね。これ分かる人は分かるってことなのかな。いや全然ねシチュエーションが意味不明すぎてそうこれでもうんこに足ついてるからあと生き物なんですよ。後ろから恐竜が後ろは恐竜来てでファイズが電話どこってね話してるっていうね。変身してるからもうそう電話はね、でも電話なくなったら変身解けるのかな。どういう問題なんですか。でもなんかこれ10になったりもするじゃん。まあそうですねいやもうねよくわからないそうなのよ世界が爆発しててねハリウッド的なあれその映画のハプニング映画であるハリウッド映画でうんこは出てこないと思いますよ面白すぎてさ、これなんか本当にやばい、めっちゃおもろい。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてケメコさんの作品です。トグロ王国のプリプリプリンセスと護衛、そこのもの尻が高い、すごい RPG 感があっていいよね。いやトグロ王国のプリプリプリンセスって思いついた時点でもう勝ちですね。そう勝ち名前がめちゃくちゃいい。プリプリプリンセスめちゃくちゃいい。でこのね兜がですね、これも最近ちょっといろいろ話題になってるドール系のね、このうんこにこんなにぴったりなんだっていうちょっとものすごく感動しましたね。お死んでしまうとは情けないみたいなね。そうですでもドール系のパーツとうんこの相性がいいということですかね。キャラクターが立ってるよね。いや本当そうですね、すごい相性がいいから。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして鳴沢さんの作品です。うんこするアーリーデイズ、格闘家マンゴープリン&アイドルいちごプリン。格闘家うんことアイドルうんちの過去の姿をイメージして制作。型は付属のものではなく紙コップを使用しました。表面のひび割れの修正が粗いのはご愛嬌ということで一つ。アイドルうんちになる前の姿ってことですね。だからまあこいつらを食べてひねり出したら、あ、そういうことか。そういうことか。そうなるほどね。めっちゃ意味分かったわ。だから過去のイメージってことね。格闘家マンゴープリンとアイドルいちごプリンなんで、それぞれプリンなわけですよね。このプリンを食ったらひねり出されてうんこするデイズ前の姿があったなんてみたいなね。うんこする前デイズってうんこする前デイズですね。いいな、いい作品だと思います。はい、ありがとうございます。続きましてサンスプラモさんの作品です。地球は青くうんこだった地球っぽい惑星を作ってみました。アクリル絵の具塗装で台座が、シールドパーツです。そうなの、運動説。いやこれかっこいいな。冷静に読んだら、地球は青くうんこだったって意味不明ではそうだねですけど星のね動きをね観測しても多分そのねとぐろ巻いてるとこ無理だと思う。これまたさ地球堂だからさレジちょっと飾るとちょっとおしゃれだな。使われてるパーツもほとんどうんこするデイズのパーツってことですよね。いやだけどうんこの型の部分をカットして作ったんじゃない。いやそういうことですよね。面白いな。めちゃめちゃすごいと思う。
そりゃ異端になるわいやいいな。いやこれなんかずっと見てられる素敵な作品ですね。いやありがとうございます。続きましてブーちゃんさんです。クラウドさん、顔決めてるけどうんこついてますよ。我が家のクラウドさんは脇毛かも生えてる本格仕様です。いろいろ考えた末にたどり着いたネタ、渾身のクライムハザード食らいやがれ。1枚目の写真が、うんクラウドの写真なんですよそうだね。うんこいないっていうね。うんこですらないっていう。おもろ。で2枚目おもろ。おもろ。うんこするデイズコンペのいいところですね、これですもん採用ですか確かになんでこうクラウドなんだろうね、みんなね。とうとうやっと本とうとうね本物が出てきちゃったっていうね。伏線回収そうそう、完全に出てきたっていうね。コメントでもう笑えるっていうね。そうですねすごいコンペやってますよ。そうですね。素晴らしいですこれ、素晴らしいです本当にね。いやありがとうございます。続きましてさとしさんの作品です。作品名ダブルうんこ。両肩に装備されたうんこドライブから放出される GN グレードうんこ粒子が周囲の敵をひるませるということで、背景はそう先行のアサイで、そうでプラモデルはそうダブル O で、そう名前はダブルうんこで、ダブルうんこでポンポンってつけてポンポンボソいやーやだなー、グレートうんこ粒子。ダブル O のガンダムとうんこ相性がいい。そう相性がいいってことです。相性がいいそうなんですよ、相性がいいってことです。中のパイロット全員イケメンなのも面白いなこれ可能性見えましたね。そうですね。ありがとうございます。続きましてさとしさんの投稿です。うんこするポチタ。さとしさんね、ネタがこうね湧き上がってきてるんですよ。もう止まらなくなってるうんこってこんなにアイディア出るんだっていうね。そうですね。プラマックスのポチタと組み合わせ、早速ただのうんこです。しかもパーツ使ってないのでレギュレーションおもろ。何でもありすぎて、何でもありすぎて、もうそれをねちゃんとこうね紹介してしまうっていうのがねレギュレーション違反じゃないということですよ。そうですね。はい、うん妻が初めて塗ったポチタをみんなに見てもらえた方だけです。嫁思い。ね、嫁思い。ポチタ塗ってあるんですね、これ。ね、ちゃんとチェーンソーのね、うんシルバーもね。ポチタの感そうそ想なんですよ。う、ポチタの感想ね。うんこっていう恐怖の悪魔がいて、それを食べたんですよ。絶対何でも食べない。でね、何がすごいってね、うんこするデイズのね、ちゃんとこう粘土、なんだろうこれ。それは何いやこれ見たことないんだけどこれ。これデラックスかなんかについてるのかな。そうどうありがとうございます。続きましてブーちゃんさんの作品です。ハロうんこモデル UC105。従来のハロからうんこ型のハロに進化。インフルエンサーが紹介したところ爆発的な人気となり入手困難に。ハロの争奪戦となった。ハサウェイもギーにプレゼントしたとかしないとかという妄想なるほどね。使ってるパーツは模型のハローのやつを使ってる、そう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 、UC がもううんこに見えてきたもんな厳しめにこのうんこの形とかどうですか、ちょっと。これですね、まあ、ひびは入ってますけどね急いで作った感がね出てますよ。ハロになるんだね、うんこってねありがとうございます。続きましてキリン丸さんの作品です。間に合わなかった、一応供養ということで置いておきます。ガンうんことゴルディうんこハンマーでございます。ね、こう自分がこう作品募集してますっていうのをね、うんキリン丸さんすごくねリポストでコメントをつけてね、うんやっていただいたので、間に合わなかったでもそんなね間に合わないなんてことはないですうんこするデイズに至ってはそんな厳しい感じで見ませんほぼ合格します。ガオガイガーガオガイガーってことでしょ、一回作ったうんこを、そうそう真っ二つに切っていやこれもう柔らかいうちにぶっ刺したんじゃない。ゴルディうんこハンマーいいね。初めてうんこを武器にしてますよね。言われてみればそうか。うんこはハンマーになるんだね。そうですね。確かに奥深いわうんこするデイズどこどもありがとうございました。ありがとうございます。続きましてウッチーさんの作品です。で連邦の新型はバケいやうんこ機動うんこマルーンガンダム近日公開。南條さんの動画なかったらうまく成形できなかったかもです。コツいりますね。そして部分塗装したらにじみました。楽しく作りました。僕のコツが生きたってことですよひびが入らないコツそういうやっぱあるわけですね。そう綺麗なうんこできてるじゃないですかいいな、笑顔でザクを踏みつぶしてるのがいや可愛いな。これ目の部分はあれですか？そのガンダムのそういうことのパーか。ツを刺して口の部分は塗ってる。塗りましたってねいやこれもさ絶対ねジオラマでちゃんとした作品としてさ、そうですよねやってたやつなんだよこれ
こうね足毛にしちゃううんこっていうね、うんこのキャラクターねそんなに攻撃力高くないのよ。ほうやられたパイロットさ結構余裕あるもんね。そしてねこれね唯一うんこをちゃんと顔にしてるんですよ。頭身ちょっと高めのうんこっていうね。なるほど。そう SD の中でも頭身高めの部類に入ります。はいはい、ありがとうございます。続きましてブリスケさんの作品です。うんこ警察。警察が正義のためにうんこを倒して頑張るストーリーを考えました。制作者うたくんですね。9歳。素敵なうんこですね。ひびも入っておらず。誰でも作れるのがね。うんこするデイズの素晴らしいところですね。本当に楽しく作ってくれたんだろうな。いやー可愛いね。サラリーマンうんことは言いつつもやっぱりこう作り手のこうイマジネーションというかそうそうそう。自由な創作ができるってことなんですね。可愛いなんかで余ったうんちをねちゃんとこう悪としてね、なかなかカバンに物騒なものが入ってるねスケルトンで。これねハートはなんか違う気がする。いいですね。工夫して作ってくれたんですね。ね、なんかね、ほのぼのさせてもらいました。はい、素敵です。ありがとうございました。続きまして、みかんさんの作品です。うんこたち、見るたびに増えていったカリスマックス。句を読んでるかのような感じなんですけど、見るたびに増えていったっていうのはあれなんですかね。朝起きて眺めたら一個ずつ増えてるみたいな。見るたびに増えていったうんこ。すごい数です、ね。すごい数。こうガンプラくんもいて、ガンプラくんも途中でこの増殖止められなくて諦めてる感じがね。サラリーマンうんこってカリスマなんだなっていうね。ああ、そういうことなんですいやか。これ素敵ですわ。これでもなんかアイディアだよね。いや、そうですよね。うんこうちょっと顔っぽく見えてますいやね。本当に。ミカさんありがとうございました。ありがとうございます。僕最後の作品です。はい。はい。井ノ原智弘さんの作品です。1日遅れですが、うんこするデイズコンペに応募します。うんこだけに運よく拾ってくれたら幸いです。はい、もうきちんと拾わせていただきました。はい。某模型コンテストの締め切りに追われ、急遽1日で作ったものです。ちょっとついでの余白で作ったみたいな。右側3歳になる愛娘の作品です。色塗りもしてくれました。なんだかんだで楽しい時間をありがとうございました。いやー可愛いなー。娘ちゃんにさ、足こうやって刺してごらんって言ったら分かったってブザンってね奥まで刺して根元まで行っちゃったんだろうなっていう札がストップうんちって持ってるしね。いやでもいいですよね。なんかなかなかこうやってこう親子でそうよ楽しめる模型ってねありそうでないんですよね。そうなのよ。なんだろうな、うんこから幸せ伝わってくるねこれね。本当に本当にこうやってこうね、親子でこう粘土こねこねしてワイワイ言いながら作れる模型っていうのもなかなかないんじゃないかなって思っちゃいますけどね。そうなのよね。眉毛太くしてさケラケラ笑ったんだろうな。うんこってうんこって言いながらね。いやー見てられますね。素敵だな。いやーありがとうございます。ありがとうございます。いやこれいい最後のね作品の締めくくりになったんじゃないですか。ということでたくさんの投稿ありがとうございました。ありがとうございます。改めてねこううんこするデイズを通してものづくりの楽しさが伝わるようなね。いや本当にね、よかったよね。いやいいと思います。うんこ一つにこんなに可能性を感じるのかっていうね。いや僕いいキットだと思うよねこれね。ねなんか親子で楽しむキットとしては本当にいいと思いますね。ガンダム知ってないとそう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 ね、あれかもしれないですけど、できないけどね。うんこみんなしてるからね。なんでみんなこううんこから来るインスピレーションができるものでなんか出してくれたので、確かにいや面白かったね。今も手に入りやすいんですか？あもう非常に手に入りやすいですね。どこにでもあると思いますので、ぜひ、はい、触ってみてください。はい、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。